ちは。今回は推しの子第12話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。全部原作者権限来た。 OK したんじゃないのかよ。面倒くさい人来ちゃった。これは面白くなってきた。これ晩作尽きるやつやん。これを言える原作者がどれだけいるんやろうか。この作品引きがうまいんだよな。引っ込み思案なのに強い。譲れないとこは譲らないんだね。これ原作者自ら脚本書く流れか。白箱みたいな流れ。実際の原作者はこんな経験ありません。あるよ。やっぱ推しの子が一番楽しみだったな。面白いや。最初に契約書を作っておくのが正解よね。脚本いっぱい OK 出したんじゃないのか。この段階で言ってくるってことは、脚本家は原作者とほぼ連絡取ってないし、最終確認もしてないんだろうな。実はチェックしてもらってなかった案件。編集がチャラ男しか思い浮かばない。漫画の原作者と作画もそうだけど、直接合わせないようにしてることが多い。こっちの原作者言うじゃないか強い。一期終盤で不遇だった重曹ちゃんが、今回はメインっぽいポジションだけど、今のところ茜にスポットが当たってる感じか。原作者のちゃぶ台返し発動。相変わらず風刺したエピソードでいい感じ。東京ブレイドってヒプマイタス刀剣乱舞みたいな感じか。原作者子供かと思いきや爆弾発言。全修正ですか。今回もエンディングの入り方がなかなかいいね。あやねるの全部って声色ゾッとしたわ。最後の全部の演技よかった。あやねるって地味にうまいよな。やっと面白いな。こういうテーマのアニメなかなかないから楽しいわ。まあ途中からきな臭かったけど、やっぱり原作者に脚本の許可取ってなかった系か。最後の全部の声色が素晴らしい。エンディングのざわざわするイントロと合ってた。それにしても脚本改編なんてかなりセンシティブな題材取り扱うんだな。アビコ先生、もしかして知り合いの吉祥寺先生の京アマがあれだったのを受けて、こういうことはきっぱりと物申したのか。一見なよなよしてそうなのに侮れない。京アマの作者とブレイドの作者って知り合いなんだ。多分これから関係性は詳しくやると思う。アビコ先生はアニメでさらに可愛くなってたな。好きなんだよな、アビコ先生と吉祥寺先生。前半の一番の見どころは茜対重曹じゃなくて、吉祥寺先生対アビコ先生のトップ漫画家対決だからな。ダブル歯磨き PV にはあったのに1話にはなかったな。ラストをあれにするために順番を変えたんだと思う。多分次でやるのでは。導入回としては茜ちゃんの膨れっ面が可愛かったわ。怒りたい茜ちゃんかわえ。負けヒロインなの。確かに前節ながりのルビーちゃんには勝てないな。茜ちゃんはやっぱりロングの方が可愛いな。アニメだとよく入る。ロング茜可愛いな。期待通り面白かった。ごめん。2期1話の感想有馬も可愛いし、茜も可愛いしかない。いきなりスプラトゥーンが始まった。重曹ちゃんと姫川の演技んとこゾクゾクした。重曹ちゃんが成長している。一期の人気者だからか。相手に合わせてレベルアップする有馬かなの凄みの演出と演技が良かったんで、次回も楽しみだわ。重曹ちゃんやった実力あるんだなと、相手役の姫川に負けない演技だったと思う。重曹ちゃんの中の人の声の迫力がすごいドスが効いてる。有馬ちゃんめっちゃ姫川と打ち解けてる。すっかりイケメングループの姫じゃないか。姫川はヒゲオそれヒゲオ。アクア学校でも友達いないのにここでも基本ぼっちか。あいつ何考えてるかわからんって思われてそうだしな。一応今回カットされた部分で友達と会話シーンあるから。冒頭の 2.5 次元舞台の演出は実際にありそうな感じに仕上がっててよかった。こういうとこうまいよね。刀剣乱舞なのか呪術廻戦なのか東京ブレイド、どっちも知らんけど。作画も演出も相変わらずハイレベルだな。ずっと演劇なの、アイドル活動は。そう思いつつも、原作者が出てきてから演劇も面白くなってきたわ。
舞台が本編と見せかけて、その後が本題だろ。今回の2期はネムはいつ活躍するんです。新オープニングやん。本編では出番少なくて成分不足も、オープニングやエンディング見ると完全にルビーちゃんメインヒロインだな。本編で放置されてるルビーをなんとか出そうとする努力。オープニングは1期に比べて弱いけど、キャラは原作寄りの絵になったかな。これは視聴継続できる。1期のオープニングエンディングが良すぎて、ハードル超えるの無理やろ。続編あるある。前期の曲良すぎて比較されるやつ。それにしてもオープニングはアイドルと比較されたら何着てもきついやろ。オープニングで愛がいてビビったぞ。エンディングルビー視点でとても良いね。待ちに待った2期で情報量多すぎてひたすら楽しみだ。次回が待ち遠しい。オープニング改めて聞き直すと個人的には好きな曲だわ。流行るか全くわからんけどリピート確定。ルビーこんな声だったっけ。1期最近見返してないけど何回は感あった。ルビーは中の人が上手くなっただけだと思うぞ。1期での最初のナレーションは違和感あったし、次が気になるいい終わり方だった。2.5 次元の何か気持ち悪いところもうまく表現できてたと思う。2.5 次元編は作中屈指の両エピソード。原作未読組は覚悟しておけ。おそらく次回の脚本家の苦悩に泣け。東京ブレイドを軸に 2.5 次元舞台編の開幕。舞台稽古は演者の芝居と色彩を使った演出に魅せられて、演劇に力入ってるのは一目瞭然。原作改編に切り込んだ漫画と舞台によるメディアの違いも、今後の展開に大きく絡みそうで楽しみ。2期の出だしは完璧。あと、推しの茜が可愛い。いや、さすが推しの子。始まったら一瞬で終わったわ。今回は、天語舞台がメインっぽいから余計感情移入しちゃうし、旬の重ね技がほんと上手。かなちゃんの演技に生きる姿が、初回からめっちゃ見れて満足。アバンのこの作品、2次元と東京ブレイド、2.5 次元の描き分けや、そこからシームレスに推しの子という舞台をテーマとした映像につなげていく様が鮮やか。新しく登場するキャラや既存の関係、伝えたいこと、最後の落とすセリフだったり分かりやすく、久しぶりの視聴に優しかったです。最初のシーン、マジでわからなかった人いるかもなんだけど、ああいう全方位スクリーンがある舞台っていうのがあって、映像を映し出せるのです。真ん中あたりよく見ると、役者さんが乗ってる台がありますが、暗くて学校なのでほとんど見えないですね。舞台を客席の後方から撮影している構図です。演技は色の押し付け合いだとでも言いたいように、世界を塗り替えていく有馬と姫川。加えて赤をはっきりさせてる脚本家。それとは対照的に色出すことができない茜の苦悩。この中で色を見せていない者たちが今後何を見せてくれるのか楽しみだ。黒川さんは壁にぶち当たっている。脚本家の考えを知り舞台装置の自分を知る。自分は意見する必要はないとは、なかなか厳しい現場です。そして原作者は超厳しい。神の意見は本物だ。重曹ちゃんと姫川対茜とアクアみたいな流れなので、この後の盛り上がりに期待。初回からアビコ先生のぶっこみきたしね笑い。しかし、何より茜ちゃんのリアルプクーが可愛すぎた。原作改編によるコンプラのあり方について、いきなりぶち込んできた。メディアミックスにおいて、いかに原作者と対話ができるかが大事なんですよね。原作ありの作品の場合、2.5 次元舞台だけでなく、映画やドラマでも限られた時間の中で、どこまで映像化できるか、取捨選択をして見せなければならない。演者は脚本から内容を読み解き、様々な演技をする。時に原作者が本当に伝えたいことを知らないままに、何かと世間でざわつきがちな脚本と原作。いわゆるネット上だと原作派の方々の声しか見ることしかできないので、今回のような脚本側の意図を語ってもらえたことで、より作品への関心度が高くなる。今期もお仕事アニメっぷり健在。裏側どんどん見せちゃって。オープニング映像素晴らしい。しかもアバンとつなげる見せ方。メンバー紹介有馬かなのえ。やたら良すぎない。鮫島アビコの初登場も、
作画育成監督によるクラキャラでザ創作官の谷口純一郎氏らいて、動画工房の意欲ぶりよ。お話は少し駆け足にしてでもこのショーの主眼を初回で示したんやね。オープニング曲の映像の素晴らしいと思ったところは、アクアとルビーの中身が仮面を外してるところ。そうなんだよ。推しの子って言ってしまうとこの2人の仮面劇なんだよね。仮面かぶって推しであり母親の愛を殺した犯人を探す話なんだよね。ストーリーを象徴してる良い画像だ。舞台東京ブレイドの稽古が始まるの巻、ぬるっとに開幕。姫川相手に覚醒する有馬が良いね。演者に感じ入っていた原作者が唐突に脚本の全直しを要求するラストも刺激的で面白かった。原作改編という難題に本作がどういう答えを出すのか期待したい。舞台化で原作改編の煽りを受けたキャラを演じる茜は、脚本家の各キャラ像に疑問を持ち意見するも帰宅されるからの原作者の脚本全部直したいという前提を覆す強力な要望。作品へのプライドや責任、思惑の中でプロ同士が衝突する生々しい緊張感がいい。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。